こんにちは、ガイドのカルメンです。スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリアお役立ち情報をお伝えします。コロナ前と変わった点はまず、入場券売り場がなくなりました。ネットで購入のみになります。サグラダ・ファミリアは少し古っぽい色で彫刻があふれる五星誕の門、五星誕のファサードと、もっと新しい感じの現代的な受難の門、受難のファサードという2つの部分があります。どちらの側にも QR コードが表示されているので、スマホで読み取れば、そこから公式サイトへ飛べます。入場券が余っていれば、当日でもネットで購入ができます。入場口は西端のファサード側です。通り名はマリーナ通りです。自分が今どこにいて、入場口がどちらにあるか示す看板があちこちにできました。タクシーや地下鉄で到着して一瞬方角がわからない。あれ、入場口の有名な方、どっちだろうと思ったら、こういう看板を探すといいでしょう。入り口は A、B、C とアルファベットで表示をされ、わかりやすくなりました。A は一般の入場者には該当しません。B は団体入場口。C は個人入場口です。B の団体入場口ですが、まだ団体が少ないこともあるので、個人の方、今現在こちらからも入れてくれています。D ですね。デンマークの D は入り口ではありません。荷物検査で刃物など引っかかると預けなくてはいけないんですが、それの受け取り場所です。観光が終わってから敷地の外に出て、ここへ取りに行きましょう。該当する皆さんは B 団体入場口へ行きましょう。B には2カ所に係員が立っています。パラソルを目印にすると見つけやすいです。この2人のうち A に近い側が車椅子、乳母車、足の不自由な方の入り口となっています。なぜなら、ここにエレベーターがあるからですね。それほどきつくないんですが、階段になってしまうので、階段が困難な方はこちらから上がれます。入場の時は空港と同じような荷物検査があります。ベルトや貴金属系の腕時計など外してほしいと言われます。で、忘れ物が結構多いので忘れ物されないようにですね、腕時計特にお気をつけください。そして大きなバッグの方は中を開けて見せてくださいと言われることもあります。こういう荷物検査があるのがバルセロナではカサミラ、グエルテ、カタルニャ美術館、サンパウ病院です。そしてコロナ禍で変わった大きな点のもう一つ、サグラダ・ファミリアの外の売店に外から入れないようになりました。サグラダ・ファミリアには2つ売店オフィシャルショップがあります。地下の博物館の中に1つ。これは西端側からも受難側からもどちらからも行けるんですが、地下に博物館があってその中に売店があります。もう一つ、西端の門側、出口の近くにもあります。エグジットと書いた出口を出ると、これが売店につながる仕組みです。これコロナは以前は外から出入りが自由でした。サグラダ・ファミリアで入場しない人も買い物ができたので便利でした。ですが、外からは入れなくなりました。つまりこの売店の動線は一方通行です。もう教会の中を全部見終わったらこの売店へ出る。この売店の買い物が全部終わったら外へ出る。逆戻りはできませんのでご注意ください。コロナで始まったのでいつか元に戻るかもしれませんが、今のところ戻っていないです。その他、新しい見どころを紹介すると、1年前にできたマリアの塔や、今完成ほやほやのルカの塔、マルコの塔をぜひご覧ください。建物の上にあるわけですから中からあまり見えません。マリアの塔だったら西端側も受難側も端まで行けば見えます。でもマルコの塔とルカの塔は敷地からほとんど見えないので絶対に外から見学しましょう。
写真撮影は有名な池のある公園側、西端の側から撮影するのが有名ですが、今てっぺんがめちゃめちゃ修復中なので、時間がある方両方撮影するといいでしょう。どちらの側にも公園があるんですが、今なら受難の門の方もおすすめです。内部ですが、受難の門の向かって左手の方、以前の切符売り場や個人入場口だったとこがベンチのある広場になりました。最後の晩餐の彫刻やマリアの塔がよく見えるし、あまり人も来なくて静かで穴場です。座るベンチもあります。オーディオガイドは以前は借りていましたが、今はスマホのアプリで自分でダウンロードします。スマホ用のイヤホンも持参するといいでしょう。イヤホンがないと、例えば外では工事の音がうるさくて、ボリュームを上げないと音声が聞こえにくいということもあります。サグラダ・ファミリアの塔へ登るエレベーターは10ユーロです。だいたい皆さんエレベーターで込みのチケットを購入してらっしゃると思いますが、もし急に当日購入したくなって、エレベーターのチケットがまだ残っていれば、受難の門側のお客様係、こういう知るブースがありますが、こういったところで販売をしています。入場券チケットの買い方や、エレベーターの塔2つあるんですが、どちらがおすすめかなどは別の動画を作るつもりです。お役立ち情報は以上です。2022年のニュースといえば、ステンドグラスのジョアン・ビラグラウシーが11月の11日に90歳で亡くなりました。そしてマルコの塔とルカの塔が完成しています。